皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本の政治。参議院選挙が近づくことによって、それぞれの政党の支持率の変動についても、状況を確認しておく必要があるでしょう。ここ最近大きな動きがありました。それは、野党の中で最も勢いがあった国民民主党の支持率に大きな変動があったのです。この関連動画は以前にも挙げましたが、参議院選挙の比例区に須藤元気氏や山尾志織氏といった人物を公認することが発表されました。インターネット上では、この公認候補者たちに対する批判や疑問の声、そして擁立することに反対する声などが非常に多数見られました。公認候補発表からまだ日は流れていないわけですが、早くも世論調査にその影響が現れている可能性が出てきています。今回の動画では、国民民主党のその支持率の変動とともに、じゃあ参議院選挙に向けての全体の状況がどうなのか改めて解説しておきます。報道機関各社が世論調査を実施し、その結果について公開しています。共同通信の世論調査。まず石破内閣の支持率。現在支持するは 27.4%、支持しないは 55.1% と、国民の過半数が石破内閣に否定的な評価を下しています。次に支持する政党について個別に見ておきましょう。あなたはどの党を支持しますかという問いに対して、自民党の支持率は前回 25.8%、今回は 25% と若干減っています。しかし、最も大きな変動があったのは国民民主党です。前回調査においては 18.4% を記録していました。自民党単体 25% と比べてもかなり近くなっていることがわかります。しかし今回国民民主党の支持率は 18.4 から 13.2% へとかなり激減しています。立憲民主党が 12% ですから野党間での支持率競争においてはかなり差は縮まっていると言えるでしょう。次に読売新聞の世論調査。参議院選挙の与党過半数望まず 50%、比例投票先は自民 26%、国民民主 14%。読売新聞の記事では前回前々回の数値についても並べて記事を公開しています。自民党は3月から25、27、26とあまり大きな変動はありません。立憲民主党も同じく11、10、10とほぼ変わらず、一方で国民民主党だけが17、15、14と確実に支持率の減少傾向が見られる状況となっています。次に朝日新聞。こちらでは自民党が23から 24%、立憲民主党が7から7と変わらず、国民民主党が12から8へと減少しています。そして各社報道機関の世論調査の結果がこちら。国民民主党だけに絞った場合、共同通信だけが少し上振れてはいますが、おおむね各社支持率が減少していることがわかります。次に、政党支持率だけではなく、誰が総理にふさわしいかという調査も行われています。こちら朝日新聞の記事より、首相には誰が、石破氏 21%、玉木氏 12%、野田氏 11%。政党支持率とある程度関連する数値として各党代表がどれだけの支持率を得ているかも反映されています。こちらでも野党第一党の支持率を獲得している国民民主党が議席では上回っている立憲民主党の野田代表よりも首相にふさわしいという数字が出てきています。ただし、この数値の中身についてはちょっと見ておかなければなりません。というのも、男性と女性の支持率に差があることです。男性では首相に誰がふさわしいかという話になった時に、玉木氏 18% と石破氏 17% の横並びでした。しかしこれが女性が対象となった調査においては、石破氏が 24%、玉木氏が 7% と、明らかに女性は玉木氏を選んでいません。他の野田氏と前原氏については男女差は小さかったとのことです。なお、玉木氏自身は首相就任への意欲があるかどうかという問題についてこのように答えています。産経新聞の記事より、国民民主玉木雄一郎代表、首相就任への意欲当然ある。参院選後の政界再編に言及。国民民主党の玉木代表は、夏の参院選後に政界再編が起きる可能性があるとの見方を示した。選挙の後、今の政党の枠組みがそのまま残るとは思えない。結果によって政治の状況は変化すると述べた。首相就任への意欲について当然あると強調した。連立政権への参画については、連立を組まないとは言っていない。どこと組むかを明確に言っていないだけだと説明。将来的に二大政党制ではなく多党制に近づくとした上で、連立に入るだけではなく複数の政党で重要な政策を前に進める形になる。政策が一致すれば野党とも与党とも協力すると語った。そして玉木代表は国民民主党の支持率が
減少したことについて、このように発言しています。朝日新聞の記事より、玉木氏、本当に申し訳ない気持ち。参院選候補擁立で批判相次ぎ。国民民主党の玉木代表は会見で、参院選比例区の候補予定者をめぐって、SNS 上での批判が相次ぎ、長年の支持者の中にも懸念が生じているとして、申し訳ないと陳謝した。玉木氏は会見で、応援いただいている方々が、今回の擁立に懸念も心配も危惧も持っておられることは、本当に申し訳ないという気持ちだ、と述べた。その上で、丁寧な説明をしっかりとしていくとし、擁立の意図について、改めて理解を求めていく考えを示した。各報道機関が行っている世論調査、どこか一社だけの調査結果をもとにして話すのは、やはり情報としては不正確でしょう。各社を行っている調査においては、無作為に選んだ人から回答を得ているとしていても、どうしても電話にしてもインターネットにしてもアンケートに答えられるといった状態にある人がいつの時間なのか、そういったこともあってどうしても属性としては偏ることが発生してしまいます。ですから、各社報道機関のその全体の傾向を見た上で評価した方が良いでしょう。そのことを前提とした上でも国民民主党の支持率は確実に減少していると言えます。インターネット上で起こっている批判というのは一部の人たちにしか過ぎないという人がいます。確かにインターネット上で批判の声を上げている人が1億人いるわけではありません。しかし、注意しなければならないのは、インターネット上で声を上げる人は普段から声を上げているわけであり、それが他の人の耳にも目にも入るわけです。発信者として影響力が強い人もたくさんおられるわけなので、そうした声を無視するというのは、私はちょっと残念な姿勢だなと思います。なお、国民民主党のこの批判を受けている山尾氏の場合だと、女系天皇を認める発言を行っていて、現在のところその発言の修正や撤回などは行っていません。榛葉幹事長は、党の政策としては男系男子を維持することでまとまっており、党の方針が揺らぐわけではなく、また、山尾氏の意見発言というものはあくまでも個人の考えであり、党の意見として発言しているものではないことから、党の公認候補として何か取り消しといったことを行うことについては一切言及していません。つまり、党の政策にたとえ反することをいくら言っていても、全く何のお咎めなしという方針を示しました。ただし、積極的な発言については控えてほしいということを、玉木代表や榛葉幹事長は言っているようです。現在のところ、党の方針に逆らってはならないといった内容の確認書を提出してもらっても、それが全くの無意味であることを山尾氏は証明したと言えるでしょう。そして、須藤元気氏についてもインターネット上では数々の批判が飛び交っています。須藤氏の場合だと、どの論点で語るかによっても変わりますが、おおむね、党の方針そのものと全く矛盾している言動がこれまでは繰り返されてきたことから、確認書1枚でこれからは党の方針に従うと言われても、とてもではないが信用できないという声が非常に多くあります。今後の動きについては当然未来のことですから誰も確約することができません。しかし過去行ってきた言動は決して今から覆せるものではありません。それだけにこれから公認候補として擁立するのであれば、そうした党の方針に逆らう行動を取り続けた人物をわざわざ公認候補にするその選定基準のおかしさといったものが大きな問題となります。ましてや今後の未来において明らかに党の方針と食い違うような言動を行った場合にやっぱりなという話になり、しかもその時に誰も責任を取らないというのであれば、現在の党執行部の考え方、その意思決定については無責任さが問われることとなるでしょう。なお、須藤元気氏についてのこれまでの話で言えば、反ワクチンや反科学、反原発、反ウクライナ、またスピリチュアル志向が非常に高く、科学的根拠に基づいての話も非常にその科学そのものについての理解や認識が怪しいといった問題があります。榛葉幹事長は確認書の提出にあたって本人が反ワクチンではないと言っているのだから反ワクチンではないと認めたというような趣旨の話をしています。これもまた大きな矛盾を抱えていて、選定を行うにあたっては本来であれば第三者の客観的な評価が求められるはずです。本人が反ワクチンではないと言っているから反ワクチンでないと認めましたというこのやり取りは非常に滑稽なものです。もちろん人間ですから質問されたことを正直に答えるかどうかは誰も保証してくれません。だからといって本人に質問して返ってきたものを 100% 何の裏付けもなく信じるというのは選考方法としては大きな問題を抱えているでしょう。また問題があると指摘されている人物を候補者として立てることによって様々な批判が出ていることは玉木代表はインターネット上で全て目を通していると会見で述べました。その上で現在のところ
公認候補として取り消しを行うことは全く言及していませんから、今の段階での批判は玉木代表にとっては全く無視して良いものだと評価しているのでしょう。しかし、それによってこれから徐々に私は支持率の低下に見舞われる可能性があると思っています。例えば、男性と女性との間で玉木代表に対する支持率が大きく違っていることを記事で取り上げました。これは明らかに政治家としての行動以前に人間としての行動を問う人もかなりいることを私は示していると思います。ましてや、玉木代表は不倫問題で先年かなり報道されました。その上今回公認候補とした山尾志織氏は、この不倫問題で不倫相手の奥さんが命を絶ったということもあり、政治家としての活動で死んだのではないから無関係だと言われても、やはり問題として大きく残ることは間違いないでしょう。玉木氏は不倫しましたし、そして山尾氏も不倫していたことは本人は認めていませんが、かなり明々白々な出来事だと私は見ています。このことは政治家の能力とは関係のない話ではあるものの、党首とその選んだ候補者が共に不倫問題で非常に有名な人物ということは、やはりモラル問題といったものを引き起こし、党全体にとって大きなマイナス要因になると私は見ています。そして次の問題はこういった問題に対して批判が出ている。それによって世論調査などを見ると政党支持率の減少といったものも見られる。にもかかわらず党の中枢にいる人たちはもっと説明を丁寧に行うことが大事だとして何ら公認候補として外す話には至っていないことです。榛葉幹事長は多数の候補者を揃えることがこれからの国民民主党には必要であり、それはあたかも幕の内弁当であるかのように様々なものが揃っているのであり、その中からあなたが問題だと思う人については選ばなくて良いのだというような話をしました。この幕の内弁当というような例えば非常に不適切だったでしょう。というのも、お弁当のことを考えてもみてください。お弁当の中に腐った肉を元にして作った肉団子が入っていて、それだけを食べなければ問題ないでしょうと、もしもその弁当を作っている会社が言い張ったとすれば、それは食品会社としてまさに不適切、営業停止処分ものの言動です。また、玉木代表は山尾志織氏を選んだ理由として、党結成のメンバーであり、政治家としては非常に信頼していることを公認候補者として擁立する理由として挙げました。私はこの話についてもちょっと全く考えが違っていて、もしも政治家として国民からの信頼を集めている人物であるというのであれば、何も国民民主党として認めず、それこそ無所属で小選挙区に出て選挙に勝ってきたら国民民主党に合流してもらえばいいというようなことをすればよかったと思います。なぜならば、比例区というのは確かに投票行動として本人の名前を書かないという選択があります。しかし、この話には大きな落とし穴があります。それは、比例区の投票方法として個人名を書くのと同時に、政党名を書くという投票方式もあります。誰が当選するかというその仕組みについては、この個人名と政党名、それぞれの票を合算した上で、他の党との比較を行った上で、議席の配分が決まります。ですから、この人物については当選してほしくないな、でも、党として頑張ってほしいなと思って国民民主党の党名を書くと、結局のところ自分の望まない候補者についても当選枠が確保されることによって、あの人に投票していないんだけど、あの人を当選させるのに自分が後押ししてしまったなということが起きてしまうわけです。ここが全国比例の候補者が個人名を書かなければいいかというと、そういうわけでもないという部分です。だからこそこういった人物についてはそれぞれの選挙区で小選挙区の候補者として出るぐらいの方が、私は国民の信任を得られるかどうかの判断の見極めになると思っています。一方でここまでは国民民主党の話をしましたが、政界全体の今の流れについても押さえておきましょう。世論調査の中で一番最初に取り上げたのは石破政権の支持率についてでした。現在石破政権の支持率は非常に低迷している状態が続いています。ましてやここ最近の石破政権のミスは立て続けに起こっていて、しかも慢性化しています。それが物価高対策が明らかに後手後手に回り、国民の不満を高めているからです。このチャンネルでは国際情勢についての話を非常に多くしていますが、物価高というのはどの国においても政権を交代させるだけの非常に強い力を持ちます。生活に直結している物価高、これによって今の政権に問題があり、他の党に政権を任せようと考える人はどこの国においても多くなるのです。
その最もわかりやすい例がお米の価格です。石破政権では備蓄米の放出を行うことによってお米の価格は下がってくると発表しましたが、現実にはなかなかそうはなっていません。むしろ高値を更新する時期が非常に長く、今でも高値圏で維持されているような状態です。その原因として様々言われているわけですが、少なくとも現在の備蓄米放出の方式では値段がなかなか下がらないというのは間違いのない事実としてあります。例えば、備蓄米として購入するときには安い値段だったんだけれども、現在は高値になっているから、備蓄米の放出についても、高値でどんどんと業者が引き取っていくというような状況になっています。農水省の言い訳としては、国民の皆様の税金を使って購入したものなのだから安く放出するわけにはいかないとして、オークション方式を取りました。しかし、オークション方式とは当然のように、高値をつけた業者が買い取っていくものですから、高値で仕入れたものをそこに利益を上乗せすれば当然、お米の価格が下がる理由といったものがなかなか生まれません。そのため、ここ最近になってようやく、もともと備蓄米として購入した時の値段をもとにして、安値で放出し、全体の価格下落に役立てるべきだというような方針が検討されています。この判断は明らかに遅すぎたと言えるでしょう。備蓄米の放出した後にそれを新たなパッケージを行って市場に出るまでにはどうしても時間がかかります。なかなかお米の価格が下がらないなというのを判断して、もっと春先にでもこのような方策を取っておくことが必要だったでしょう。またこの問題にさらに火に油を注いだのが農水大臣です。農水大臣は自分の支援者の人たちからお米をたっぷりもらっていて、もう売るほどあるわ、なんていうような話をしました。この話については、後に話を聞いている人たちに受けようと思って、ちょっと話を作っちゃいましたみたいなことを言っています。まあ、本当かどうかはわかりませんが、少なくとも発言の撤回は行いました。しかし、非常に国民感情を傷つけるような発言だったのは間違いありません。政治家は、地元の支援者からお米をもらっていて買うこともないのかみたいなことを思われた方も多いでしょう。ちなみに政治家が支援者からお米を売るほどもらうというような状況はもはや賄賂なのではないか、もしくは何か賄賂を要求するような言動があったのではないか、何か見返りを考えていたのではないかといったまた別の話へとつながる話であり、発言をそのまま撤回しなかった場合においては、政治家のお金の問題へと発展していた可能性も指摘されていました。それだけに、政権与党に問題がありという国民が多い中において、じゃあ野党に一体どこがこの不満票の受け皿になるかという今、野党間競争が行われているわけです。去年から今年にかけて立憲民主党から国民民主党へと野党の中での支持率1位が変動しました。政権に対する批判だけではなく、政治として何か問題をどう解決していくか、問題解決志向を打ち出している国民民主党の方に支持が移ったのは良い傾向でした。しかし、それだけに今回の山尾志織氏や須藤元気氏を容認する、そういった党本部の考え方は、非常に残念な動きだと私は思っています。というわけで今回の動画はここまで。日本の政治の現況について解説しました。参議院選挙がだんだんと近づいているわけなので、この後どのような動きが起こっていくかは、まだまだ注目していくことが必要でしょう。情報の整理整頓に役立ったなと思われる方は、他の方にお勧めしたり、スーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。